あは、しまった。こんにちは。喉が痛くて、例のビルスにやられそうだったので、ウォッカを CPU の熱で温める、加湿器を作成。沸騰冷却で CPU を冷やしつつ、アルコールを蒸発させる。最強の対ビルス兵器を開発したと思っていたのですが、知りませんでした。アルコールはアクリルを腐食させるんですね。その他にも、この加湿器には問題があって。ということで、ウォッカ冷却加湿器は、多大なリスクを伴う、危ないデカだということが、分かりました。でも、沸騰冷却のブクブクはいい感じなんだよなぁ。ノーリスクで、ブクブクする液体ないかなぁ。あれけ。これけ。そうです、炭酸水です。いい感じでブクブクしてますね。早速、スイッチをオン。今回も、問題なく起動しました。さて、炭酸水は普通の水よりも冷えるのでしょうか？ CPU-Z で負荷をかけて、冷却性能を確認します。結果はこちらです。左が CPU 温度で、右が CPU 周波数です。2回ずつ、交互にテストしてみました。液体の量は、目分量ですが、合わせてあります。青色の精製水は、負荷をかけてすぐに CPU の温度が、95度に到達し、CPU の周波数が低下し始めます。一方で黄色の炭酸水は、CPU の温度が95度に到達するまで3分ほどの時間がかかり、CPU の周波数が低下するまでの時間が長くなっています。これは、炭酸水に溶解している炭酸が、水と炭酸ガスに分かれるときに、熱を吸収するからのようです。5分を過ぎると、精製水と炭酸水の CPU 周波数に、大きな差がなくなることから、溶解していた炭酸が抜けてしまったのだと思います。5分程度の効能ではありますが、炭酸水は普通の水よりも冷却性能が高いようです。つまり、本格水冷に炭酸水を作る装置を組み込めば、じゃあ、前回のウォッカによる腐食で、アクリルの円筒にクラックが入っていたようです。幸いだったのは、このマザーボード、初期の幽霊 PC に使用していたものなので、撥水効果は抜群、でした。CPU ソケットに水が侵入し、フリーズしましたが、のすけで一晩乾かしたら、ちゃんと起動できました。で、炭酸水のテストは完了できたのですが、また、アクリルが白くなってしまいました。弱酸性の炭酸水が、アクリルを腐食させたみたいです。炭酸水を使うのであれば、アクリル以外の素材が必要。ということで、
こんなものを買ってみました。ガラスのボトルを切断する、ボトルカッターです。説明書が英語だったので、半分ぐらいしか理解できませんでした。使い方は間違っているかもです。切断したいボトルをこのようにセットして、手で回せるくらいの力で挟みます。中央にあるカッターをボトルに接触させて、1周傷を入れたら完了です。と書いてありましたが、2周ぐらい傷を入れた方が良かったと後で思います。傷はこんな感じです。で、沸騰したお湯と冷水に交互に浸すことで、できって割れると書いてあったのですが、割れませんでした。あは、しまった。はい、失敗しました。傷のラインで、綺麗に割れてくれませんでした。仕方がないので、ガラス用の接着剤で補修します。断面をヤスリで仕上げて、できました。ちょっと不細工かも。A300 のケースを加工します。削除する部分に目印をつけて、グラインダーでカット。ヤスリで仕上げて、黒ペンで傷消し。ぴったりできました。木のコースターに穴を開けます。目印をつけて、超高速ノコギリ。超高速、紙ヤスリ。やけどしました。組み立てます。仮付けに BONDIC を使いました。紫外線を当てるとすぐ硬化するので、便利です。垂直を確認して、ガラス用の接着剤で本付けしました。接着剤が乾いたら、PC ケースに組み込みます。炭酸水を入れて、完成です。いつものやつ。スイッチ、オン。起動は問題ないですね。で、この人。光ります。早い。想像していた 7.8 倍かっこいい。別アングルで。近づいて。中はこんな感じ。いやー、また素晴らしいものを作ってしまった。どっかのバーとか、買ってくんないかな。あと、炭酸水の量が多いので、CPU-Z で負荷をかけてから、サーマルスロットリングが開始するまで、20分ぐらい耐えることができました。冬なら普通の PC としても使用できそうです。シャレオツで、湿度も上がって、普通に使える。冬の救世主的な PC の爆誕です。